はい、魚座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は6月後半のタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。前回、イベントにご参加くださった皆さんやご検討してくださった皆さんもありがとうございました。とても楽しかったです。そして翌月以降のイベントやまた翌月の星の動きは月末にいつも LINE でお送りしているので、お友達登録まだの方はぜひお友達登録お待ちしております。では行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。太陽逆、カップの、ページですね、逆です。そしてソードキングと、カップ9逆、カップ10、ペンタクス2、そしてソードの5。気をつけることで対策はカップとナイト逆と、ソードのナイト、そしてオラクルはペンタクルスのクイーンですね。これはなるほど。ちょっと星の話先にさせていただきたいんですが、6月21日がね夏至なんですね。これとってもいい区切りになります。いろんな意味でここまでの、この前半までの流れを、今年前半の流れを踏まえた上で、何かねちょっとねなんだろうな、表面からぴょこっと顔を出すっていうのかな、いろんな可能性がちょっと出てくる。それがほとんどなんとなくカードから感じるのもそうなんですが、喜びとして何かの可能性がぴょこっと出てくるって感じがします。完全に抜け切るっていうわけではないんですが、なのですごく人ってね、可能性が見えるととっても嬉しいし楽しいしワクワクするっていう感じで、今まで自分がなんかまるでトンネルの中にいたとか、もしくはずっと海の底に潜って浮上できなかったみたいな、そういったところからなんか息継ぎに一瞬水面に顔を出すみたいな、なんかそんな感じがあります。なのでもしかしたらこの6月、新月の時だったかもしれないし、ここまでの一連の流れの中で何かね、ご自身の中で踏ん切りがついたりとか、新しい可能性みたいなのが出てきてるのかなっていう感じがしますね。いいです、とても。そしてなのでちょっと皆さんそれぞれの状況っていうのはわからないですけども、なんだかちょっと光のベールに包まれているみたいな感じがちょっとあります。それぞれに苦しい状況だったりとか、悲しいことだったりとか、もしくはいや嬉しいですとか、いろいろあるし、もちろん課題もある。この状況の中ででもちょっと耳を澄ませばというか、ちょっと心を穏やかに感じてみようというふうにすると、その現実的な起きてる出来事っていうものよりも、何かすごく変な言い方ですけど、本当に光のベールが今届いてませんかみたいな、そんな感じがすごくするんです。だから大変な状況の中でもよく考えたら、これっていいことだよねとか、ちゃんと自分の進むべき方向に状況が整ってきてるなとか、ずっと何か自分が欲しかったものや求めていたものの可能性というものが何か感覚としてあるなって感じがすごくします。でそして6月21日以降っていうのも、星で見てもね、喜びとかレジャーとか恋愛とか楽しむよっていう、人生を楽しんでいくよっていうようなところに光が当たってくるので、シンプルにね、恋愛を楽しんでますっていう人はもうそれを存分に楽しんでほしいし、恋愛だけじゃなくてもこの子供心を持って何かを表現していくとか、自分自身の中にあるインナーチャイルドを癒すみたいな感覚っていうのかな、大人の意識で自分を抑えていたものではなく、昔からある自分のエッセンスの喜びっていうものを表現する。それは歌でもいいし、絵でもいいし、言葉として表現でもいいし、何かにチャレンジするっていうことでもいいし、自分に許可を出すっていうことを通して自分自身の存在を表現していく、どのような方法でもいいです。何かそういったものを通して喜びを感じやすいよっていう時なんですね。でも自分を表現するって実はすごく怖かったりとか、表現したら傷つけられる可能性もありますよね。変な誹謗中傷が来たりとか。でもそんなことは気にしないっていう、それ以上の喜びのために自分に許可を出すっていうようなことが6月21日以降起こってくるんじゃないかなと思います。
そんな感じです。そしてカードで見てもやはりこのね、もう入り口が太陽ということで、皆さんはまだ気がついていないかもしれない。自分のこのマインドでは、これがいいことだと思えないみたいな思うことであったとしても、いや実はすごくいい恩恵でちゃんと状況が流されていってますよみたいな、こうちょっとこうさっき言った光のベールによって余計なものとか不浄なものっていうのがこう浮き上がってきて、ちょっと嫌な感じがするかもしれないけど、それ今流れていってるとこなんですよ、綺麗にしていってるとこなんですよみたいな感じもありますし、これまでの間にご自身がその出来事に飲まれてしまわずに、結構グッとね耐えたみたいな感じがあるんですね。このもう本当に飲まれてダメですって言ってグダーってなるっていうよりは、怒りという感情もしかしたらあったかもしれないけれども、自分でグッと何か本当になんかグッて刺して耐えたみたいな感じがあって、そこをやり抜いた、なんて言ったのかな、やり抜いたことによって自分に対しても自信になる、できたじゃないかみたいな、流されなかったじゃないかとか、耐え抜いたじゃないかとか、なんかそういうのがあり、そして想像以上のというか想定しなかったところからの喜びがやってくるって感じがするんですね。こう自分が望んでることとか、絶対これをやっていきたいっていうか、そしてグッと頑張った出来事の結果として出るんじゃなくて、そうグッと耐えたことによってはあって力を抜いたら、違うところからめちゃくちゃいいものが入ってきたっていう感じがあって、これは皆さんの魚座の皆さんの心がもう本当に現れるみたいな感じです。すごくいいです、これはね。今はまだこれはカップの9なんですけど、私から見ると逆位置で、その恩恵っていうのはまだ存分には感じていないかもしれないんですけど、もうすぐ感じますみたいな感じがあり、もうサクセスっていうふうに出ているので、これ感情的に本当に満たされてるっていう感じですね。いろんな感情、いろんなご自身の感情があらゆるところから満たされているし、またこれまで感じてきたいろんな感情、こう悔しさだったり悲しみだったり孤独だったり怒りだったりっていう、そういったものっていうものが全部つながって、それら全部感じられた自分っていうものがどれだけ価値があるかっていうようなことを感じて、ものすごく意識が広がる感じがします。意識が広がって緩んで、なんかエネルギーが拡大していくことによって何かが統合されていくみたいなね感じがあります。自分の中でないと思っていたものがあるみたいな風になったりとか、可能性が何かこう合体していくみたいな感じがあります。でその可能性が合体していくことによって、もうそこで一つ完成みたいな形になるので、これまでこだわっていたものっていうものを一つ何か手放すっていう風に出ています。もうそこにこだわらなくていいんだ、自分自身でこれだけもう統合されてるからそれは必要じゃないんだみたいな感じで、今まではちょっとこう情とかいろんなもので手放せなかったけれども、ここは一つ線を引きましょうみたいにできるような出来事もあるみたいですね。もともとこのユニティっていう、このデッキではユニティというカードなんですけど、これは基本的にはペンタクスの2というカードで、ペンタクスの2っていうのは本当に楽しんでいくよとか、物事って上がったり下がったりするけれども、うまくバランス取ってやっていけるよねっていうカードだったりするんですね。なのでこう2つのものをご自身の中で統合していくっていうこともあるかもしれないし、2つの可能性をうまくバランス取りながらやっていくっていうのもあります。オラクルもペンタクルスのクイーンで、自分の中に価値あるものをしっかりと温めていくし、何だったら温めるだけじゃなくてそれをもう育てていく能力、それがもう育ってきてる可能性っていうものがありますよねっていうふうに出ているので、何かこの2週間の中でね、魚座の皆さんっていうのは喜びや価値やそういう嬉しいことっていうものを自分の中できちんと感じられる、自分がそれを掴んでいるっていうことを得られるんじゃないでしょうか。そして面白いことに、この対策のところで実はプリンスっていうカードが2枚も出ていて、どっちもとても勢いがあります。でこれは行動だけじゃなくて情報や知恵も使っていくよっていうのもありますし、頑張ってチャレンジするんだっていう気持ちもあれば、そこに勢いだけじゃない自分の想像力とかクリエイティビティっていうものを使って行動に移していくよっていうものもあるので、何かが動くっていう感じがすごくするんです。で動くっていうのは
なんとなくね、さっきその光のベールでいろんな不浄なものを今現れていってるよっていう感じなんですけど、不浄なものが浮き出てきて流れていくっていうのも動いてることだし、それによって心がとても安心するとか安定するとか、喜びを感じる、大事なものをつかめるんだっていうことで掴むことによって、何かが統合するということも動くことだし、それによって一つ何かを手放していくよっていうことも動いていることということで、なんだかすごく説明が難しいんですけれども、最初に言ったその喜び、例えば水面上にこうぴょこって喜びが出てくるよっていう感じがあるんですね。これは意識です。意識で自覚できる部分でも、この水面下の中では何も変わってないわけじゃなくて、水面下でものすごく動いているっていう感じがするんです。いろんなものが動いている。なので浮き出てきているその赤の方に意識を向けるのか、綺麗になっている状態の方に意識を向けるのか、これだけ流れが起きているというところに意識を向けるのかは分からないですけども、でもその状況の中で自分の意識として何か一つ確実なね、喜びとか価値とか成果っていうものを見つけられるんだなって思ったので、ぜひこれを意識的に使うとしたら、何を許したいんだろうか、自分の何を許したいのかとか、何が欲しいのか、どんな喜びが欲しいのかということを思ってみてくださいね。特に6月22日っていうのはヤギ座で起こる満月なんですけども、魚座の皆さんにとってはその形ないところから形あるものを作っていくよみたいな、すごく受け入れる、自分が求めたものを受け入れてもらえるみたいな感じに使えるので、ぜひね、そのこと、何が欲しいんだろうとか、どうしたらいいんだろうみたいなことを想像して感じてみてくださいね。ちょっとお仕事で見てみます。ちょっとかなり抽象的なこと喋ってますけど、おそらく魚座の皆さんはね、受け取り上手で感じていただけるんじゃないでしょうか。皆さんの状況に合わせて、分かったよっていう方はぜひ分かったよってコメントいただけたら嬉しいな。はい、ちょっと仕事を見てみますね。カップの7ですね。バンドの4、ワンドクイーンということで、いろんな可能性の中からやはり一つ自分がこれだっていうものを見つけて、それを感じながら豊かな人間関係を作っていくって感じがするんです。今これ仕事で見ても人間関係が出てきてるっていうことは、仕事を通してすごく心穏やかに関われる人がいるとか、穏やかに関わってる人との一緒に何かを仕事をしてるとかっていう形で、なんかそんな仕事って感じではないですね。でもとっても明るく自分のやるべきことをやっていきたいんだっていう、まるでね、なんかここでも太陽って出てるんですけど、こっちでもひまわりが出ていて、ひまわりっていうのはね、太陽の方を向いて咲きますよね。そんな感じでご自身の意識や可能性や、これから花開かせたい分野とか仕事に関しても光の方に向かっていくんだなっていう感じがあり、そういう時ってすごく楽しいですよね。なので穏やかに楽しみながら、誰かと手を取りながら行くよって感じで、これまでごちゃごちゃしてた可能性や想像でしかなかったことっていうのが一つ形になってくるよみたいな感じがあります。ちょっと人間関係で見てみますね。ワンドの5とジャスティスとカップナイトね。人間関係って見ますねって言った瞬間に、魚座の皆さんが引いてるって感じがしたんです引いてるっていうのは、自分から行きますみたいな、自分から求めていきますっていうよりは、自分の価値っていうのをちょっと見失っているか、自分の感覚っていうものを少し下げているみたいな感じだから、人から受け入れられるとか求められるっていうことに関しては十分に対応するけれども、自分自身で今自分がすごい光でいっぱいなんだとか、自分ってこんなに価値があるんだってなかなか思いにくかったのかなっていう感じが出てるんですね。でも今ようやく自分の中のいいところも嫌なところも統合していこうとしているとか、しっかりと自分の価値見つめていくよっていうカードが出ているので、おそらく回復してきますね、この感覚はね。そして人に対して誠実にとか優しく対応することで、他者からまた新たなね、喜びや新たな申し出っていうのが来るなって感じがあります。ですので、そんなに自分のことを卑下せずに、そして受動的に受けるだけじゃなくて、
意識の中では積極的にこういう人と関わりたいとかもいいし、こんな風になりたいとかもいいし、そういう風に思っていていただけたらなと思います。これまでの関係性の中ではそんなにこれまでの関係性が一気に膨らむよとか一気に盛り上がっていくっていうことではなくて、状況に合わせて関わっていくんだなっていう感じなんです。なので継続しているこれまでの関係、ちょっともういいかなと思う人がいたとしても継続していくっていう感じでも、そのことはそのこととして置いといたとして、別のね新しい可能性っていうのがあるんです。でこれカップルのないとカップルのないで、これ実は2枚同じようなものなんですね。でこれも実はナイトというカードなんですけど、ナイトっていうのはやっぱりね、何か進んでいくっていう感じなんですよ。起承転結の点っていうところなのでね、何かが変わっていく、変化が起こるよっていうことで、どちらもこれは感情的にいろんな感覚を使って、自分のセンスを使って何かが動いていく。でそれがクリエイティビティとして出ることもあれば、またはその人間関係を通してやはり自分が感じる自分が感じているこの感覚と似たような感覚の人と関わっていくよとか、何か嬉しいこと、自分今それ欲しかったみたいな、そういった感覚の言葉っていうのをもらったりとかねしやすいので、あんまり受け取る価値があるんだっていうふうに思っておいてください。そんな感じかな。ちょっと最後にもう一枚、オラクルカードを見てみたいと思います。はい、いかがですか。このカードを見て何か感じることがあれば、皆さんの直感を通じてメッセージを受け取ってみてください。そしてね、どんなメッセージを受け取ったのかまた教えていただけると嬉しいんですが、これはねリラクゼーションって書いてますが、ゆっくりしてねみたいな感じですよね。幸せな時間を過ごしてねみたいな、今自分に一番必要としている時間を過ごしてほしいです。ゆっくりしたかったらゆっくりする、ゆっくり休みたかったら休む、たっぷり寝てください。そして自分がなんか今まだ元気がないなと思っていたとしても、ゆっくりとそれは回復してきますので大丈夫です。現れてるところっていう感じね今なので、焦らずゆっくりハッピータイムをお過ごしください。はい、ということでありがとうございました。次回また6月末ぐらいに次の動画アップしますが、ぜひね次ねこんなこと聞いてみたいみたいなのがあればコメントで教えてください。次占う前にちょっと皆さんのコメント全部読んで、またそれにフィットしたね形でリーディングしてみたいと思います。はい、ということで今回もありがとうございました。ぜひ豊かな明るい時間をお過ごしください。今回もありがとうございました。失礼します。